こんにちは。グルテンフリースペシャリストのビッキーです。前回の蒸し比べでご紹介した蒸しパン動画の米の粉を使って蒸しパンを作ります。卵、乳製品を使わなくても米粉だけでふわふわで全部パッカンになってめちゃくちゃ美味しい米粉蒸しパンの永久保存版レシピを4つご紹介します。1つ目はほんのりピンクで見た目も可愛いいちご蒸しパン。2つ目、ほろ苦いチョコレートの味わいがやみつきになるチョコ蒸しパン。3つ目、甘さ控えめでとっても美味しい大人な抹茶蒸しパン。4つ目、濃厚なごまの風味が楽しめる黒ごま蒸しパン。卵や牛乳も使わないし無添加なのでアレルギーの方やビーガンの方でも食べられます。では早速作っていきましょう。ご紹介するのはいちご蒸しパンです。ふんわりもっちりとして柔らかいいちご蒸しパンです。いちご蒸しパンの材料や分量などの詳細は概要欄を見てください。まずはじめにバイタミックスなどのミキサーでいちごをペースト状にしておきます。冷凍のいちごを使ってもいいですし、私は解凍しておいてもうすぐに回るようにペーストになるように解凍しております。解凍いちごが 100g、そしてナッツミルク、今回使います。10g。メープルシロップが 40g。太白ごま油が 10g。こちらをまずペースト状にしていきます。こんな感じでペーストができました。次に粉を合わせていきます。米粉は米の粉 100g、くず粉が 10g、ぬちます。塩ですね。塩 1g、重曹が 0.5g。それでは、しっかり粉を混ぜて、先ほどのいちごのペーストを入れていきます。粉が飛び散らないように先にぐるぐる混ぜます。ある程度混ざってくると全体的に混ぜていきます。ここでレモン汁をさっと入れて混ぜて型に入れていきたいと思います。レモン汁 2g。かわいいピンクの色ですよね。では蒸していきたいと思います。いちご蒸しパンが出来上がりました。こんな感じです。とってもふわふわで、本当に柔らかいです。ほんのりピンクで香りもいいです。今回のポイントは、冷凍いちごなら解凍しておくとすぐにペーストになるので時短になります。ほのかに香るいちご風味とふわふわで柔らかくて美味しいいちご蒸しパンです。出来たては少し紫色してますが、翌日にはちゃんとピンク色になっています。そしてですね、翌日も本当にふわふわでまだまだ柔らかくて美味しいです。次にご紹介するのはチョコ蒸しパンです。ふんわりしっとりチョコレートケーキのような仕上がりになります。材料や分量などの詳細は概要欄を見てください。チョコ蒸しパンの材料は米粉 90g、くず粉 20g、今回は天才糖を使っていますが、どのような砂糖でも大丈夫です。砂糖 50g、塩 1g、カカオパウダー 10g、重曹が 0.5g。これでしっかり混ぜていきます。そし
ナッツミルク 90g、太白ごま油 20g、しっかり混ぜていきます。できるだけ早く混ぜていきます。そしてレモン汁が 2g、バニラエクストラクター5滴ぐらい。真ん中にチョコレートを入れたいので少し面倒なんですが、半分だけ入れてチョコレート入れていきます。チョコレートはカカオ 74% の有機チョコレートのダークチョコレートを使っています。お好きなチョコレート入れてもらったらいいと思います。これで強火で15分蒸していきたいと思います。チョコ蒸しパンが蒸し上がりました。見てください。もうすごくパッカーンと割れました。もう卵、乳製品使わなくても米粉だけでこんな風にできるんですね。ではちょっと中身も見ていきたいと思います。こちらもふわふわしっとり。中にチョコレートが入ってます。本当にチョコケーキのように美味しい蒸しパンになってます。今回のチョコ蒸しパンのポイントは、あえてオイルと砂糖を多めにしてケーキ感を出してます。またナッツミルクを使うことで美味しさも増します。ナッツミルクがない場合はご自宅にある材料を使っていただければと思います。次にご紹介するのは抹茶蒸しパンです。ふんわりあっさりとした抹茶香る蒸しパンです。この蒸しパンは米粉特有のもっちり感が少なく、より小麦の食感に近くなっています。材料や分量などの詳細は概要欄を見てください。抹茶蒸しパンの材料は、米粉 100g、くず粉 10g、抹茶 10g、塩 1g、重曹 0.5g、砂糖が 40g。一旦これで混ぜていきます。大体混ざったら液体を入れていきます。ナッツミルクが 95g。太白ごま油が 10g。で混ぜます。今回抹茶使いましたが、よもぎとかは桑の葉でも美味しく出来上がります。よもぎの場合は 10g しちゃうとちょっと濃い感じになるので、半量の 5g ぐらいがおすすめです。で、レモン汁を 2g 入れます。今回はこの有機の抹茶使いました。では入れていきたいと思います。では強火で15分蒸していきたいと思います。出来上がりました。とってもふわふわでパッカン割れています。中も見てみたいと思います。こんな感じでふわふわしています。本当に米粉と独特のもちもち感が出るところが、卵も使わなくてもこうしてふわふわにパッカリできます。抹茶以外の代用はよもぎ粉や
桑の葉パウダーなどでも美味しい蒸しパンができますよ。最後にご紹介するのは濃厚なごまの風味が楽しめる黒ごま蒸しパンです。材料や分量などの詳細は概要欄を見てください。まずはじめに白玉団子を好みの大きさに作っておきます。そして中に入れる黒ごまペーストを作っていきたいと思います。黒ごまペーストはまず黒ごまを 20g、 好みの量で変えてもらっていいと思います。 20g そして黒ごまペーストだいたい大さじ3、メープルシロップもだいたい大さじ3、しっかり混ぜていきます。こんな感じで準備しておきます。次に粉を合わせていきます。米粉が 100g、くず粉が 10g、砂糖が 20g、塩 1g、で重曹が 0.5g。 一旦これでしっかり混ぜていきます。混ぜ終わったら今度は液体のナッツミルクが 85g。 で次に黒練りごまですね、 20g。 しっかり混ぜていきたいと思います。ある程度混ざったらレモン汁を入れたいと思います。レモン汁 2g。 ではカップに入れていきます。まず間に白玉団子と黒ごまペーストを入れていくので、少し大さじ1程度生地を入れていきます。黒ごまペーストを入れて、で白玉団子を入れます。この上からまた再度黒ごまペーストを入れます。上から流していきます。ではこれで15分蒸していきたいと思います。黒ごま蒸しパンが出来上がりました。こちらも本当にパッカーンと割れてすごくいい感じに色づいてます。中身を見ていきたいと思います。でも本当にふわふわで、中から白玉の団子が出てきたりとか、ごまペーストが本当にマッチして美味しいです。あえて少なめの砂糖にしてるので、ごまペーストでうまく口の中で絡み合って美味しくなります。今回のポイントは、黒ごまペーストはオイルを含んでいるので生地には入れてません。黒ごまペーストや白玉団子がなくても美味しい蒸しパンになりますが、入れない場合は砂糖を 30g か 40g に増やしてください。いかがだったでしょうか。米の粉を使った蒸しパンレシピを4つ紹介しました。一番気に入った蒸しパンや作ってみた感想などコメント欄で共有してもらえると嬉しいです。質問などありましたらコメント欄にお願いいたします。一つ一つ丁寧にお答えしていきます。このチャンネルでは米粉パンのレシピやアレルギーの方でも安心して食べられる料理のレシピ、美容や健康に関する情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもお願いします。また、公式 LINE に登録していただくと、有料でレッスン生にお渡ししていた米粉パンの水分量比較シートを無料でプレゼントしています。個別相談もできますので、お気軽に登録してくださいね。公式 LINE の案内は概要欄に記載しておきます。では、次回の動画もお楽しみに。
バイバイ。